この動画を見ればマイクラに産業革命が起きます。まずはエメラルドを無限にするのに必要なかぼちゃスイカ無限機を丁寧に解説します。これまでにも紹介してきた装置ですが、より一層丁寧に紹介してますんで、初心者さんでも安心して作ることができます。そしてそれを作り終わった後は、無限になったかぼちゃとスイカを村人さんと交易してトラブルが起きやすい村人増殖についても丁寧に解説してます。サムネイルにもあったマイクラ最強アイテムたちがこの動画1本で無限になります。今すぐグッドボタンで保存。それでは作っていく。まずは作る場所なのですが、このように村や自分の拠点がおすすめです。まずは作りたい場所決めまして、石系のブロックで 9×9 の正方形を作っていく。ドーナツ状ですね。 9×9 作りましたら、装置の正面を決めてください。四方どこでも OK です。じゃあ今回はここの面としまして、ど真ん中を1マス削り、その真下も削る。でここまでできたら上下も削って正面方向をこう下3マス削れている状態にします。でちょっと中にね草とか生えちゃってる方、今のうちに取り除いてください。そうしたら横側からチェストを1つ置いて、横にチェストを置くことでラージチェストになります。はい、この感じ。そしたらね、このリングの間に入りまして、ホッパーをしゃがみながらチェストに向かってつけてください。はい、ここね、もうキヨキヨチャンネルおなじみですけど、地面にはつけないでください。地面に置いた場合とチェストにつけた場合、見た目同じなんですが挙動が全く異なります。必ずホッパーはしゃがみながらチェストにつける。でこの状態でもいいんですが、もしホッパー追加で2つ、これねぜひ作ってください。もし1個でもいいんですけども、作れる方は左と右1マスずつ壊しましていきます。しゃがみながらホッパーをホッパーにつけてください。で反対側もこのようにホッパーをホッパーにつける。このような状態にしてください。ここから画面の通りにしてください。言葉で説明するの非常に難しいんで、まず一番右上、はい、ここはですね削ってあげてください。合計深さ2マス削ります。はい、チェストが下にある状態で右上削りました。でこここの位置を下に4マス削って深さは2マスにします。合計2マスにします。はい、この位置関係でございます。その上で、はい、次ここの斜め右下ここも深さ2マス削る。はい、今このような状態ですね。説明むずいんだよなんか最後に左下の角2マス削って、はい、上から見るとこのような場所を削るという。深さは全て2マスでございます。動画と一緒になってるかご確認ください。ここまでできたら、はい、今ね削った穴の2マス目の下に全てトーチを置いてあげます。これレッドストーントーチですね。普通の松明ではありません。レッドストーントーチ、上から見るとジャキーンとね置かれております。皆さん土とパワードレール、そしてレールを持ちまして、はい、この今削ってある、トーチの部分ですね。トーチの部分の上は蓋したら必ずパワードレールを置いてください。で光ります。でちょっとこれ落ちないように気をつけてレールを上1回つなぎます。はい、今このような位置関係、下にチェストがあってこのように上が今埋まりました。でそうしましたら、このレール一段下にくるっとさせて繋いで、はい、さっきみたいな感じですね。トーチの上なんで土を置いてからパワードレール。そしたらね、ここまたくるっとさせたいんですが、うわーっとこれ統合版特有のレールのアルゴリズムがむちゃくちゃ強いんですよ。もうひっつきたがんのがね統合版の仕様なんですね。こうなってしまった方は一度パワードレール壊しまして、下くるっとさせてからパワードレールを戻す。そうすると元通りになるんですよ。動画の通りやっていただければ基本的に同じ挙動になりますが、また別の挙動になってしまった場合、まず大前提としてマジで僕と同じ順序で置いてください。動画ゆっくり見返してください。で別の挙動になってしまった場合は方向だけ矯正してから一度パワードレール壊して置き直す。これが一番いいんですね。ただちょっとややこしいと思うんで動画の通りやってみてください。トーチの上なんで土を置いてパワードレールで横一列置いてからくるっとさせてどんどん下にね向かっていきたいんですよ。土を置いてパワードレールでここくっつくね。大丈夫か？はいはい、大丈夫でした。ではい、またしてもトーチの上なんで土からのパワード置いて
どんどん下にくねくねさせていくというイメージ。よいしょ。で、トーチの上は、はい、パワード置いて、くるっとすんな。オッケーオッケーオッケー。で、ホッパーの上にもレール置きたいんですが、これ、普通に置くと、ホッパー開いちゃうだけなんで、しゃがみながら置いてあげてください。で、最後置いて、こちらのね、ラストも、土を置いてからパワードレール。最終的に、この位置にパワードレール。そして、あとはこう、レールでくねくねさせているというのがポイントです。ここまでできたらぜひ全員でハイタッチ。そしたら階段を持ちまして、階段の種類何でもいいです。石系だったら何でもいいです。このチェストの両サイドの上に階段を内側に設置します。レール側から設置してください。で、置き終わったら、四方にね、このような階段を置いていきたいんですけども、まず左向きまして、真ん中のブロックってここですね。真ん中のブロックの両サイドに置いていくというイメージ。はい。このような位置関係になってるかご確認ください。で、別のサイドも真ん中のブロックの両サイドに置いていきます。はい。このような位置関係。で、最後の面も真ん中の両サイドに置いていきます。上から見ると、このような形になってるはずです。このように置けましたら、もうね、2段目は全てフルブロックでこうやって埋めてあげちゃってください。チェストの上はちょっと後で、置くとして、よいしょよいしょとどんどん埋めていくとこのような見た目になります。チェストのところはね、開けちゃって OK です。で、今ね、皆さんこのようなレールの上にいると思いますが、一度外側行きまして、仮ブロックでちょっとね、外縦積みしまして、仮ブロックなんでもいいです。わかりやすいように、究極チャンネルでは後で必ず壊すブロックをダイヤブロックで表現しています。このね、正面から見て左下の壁、ここに仮ブロックを4マス立ててください。この位置です。で、一回壊しまして中入り、このような見た目になってるんですけど、この右上の仮ブロックに真下からピストンをつけてください。そうするとピストンの木材の部分が下を向いている形になります。これ気をつけなきゃいけないのが、真下から置いてあげると木材の部分下に向いてくれるんですが、横からつけちゃうと木材が横についちゃいます。なので必ず木材の部分が下を向くように真下からギリギリでつける。ここまでできたら、仮ブロック壊してあげて、ピストンが1個浮いています。ここからよく見てください。ピストンの真横に仮ブロックを置きまして、またしてもさっきみたいな感じで、真下からピストンを設置します。で、仮ブロックを置いて、ピストン。仮ブロックを置いて、ピストン。ピストンが4つ置かれました。ここまでできたらもう全員1回ハイタッチです。仮ブロック、後で壊すんで、このままにしといて OK なんですが、今度、ピストンの手前に仮ブロックを置いて、この位置にピストン。これをまたしても連続してやっていきます。置いて、よいしょ。はい。お気づきの方いらっしゃると思いますが、ピストンと仮ブロックが常に交互に置かれるイメージなんですね。3段目からより楽ちんにやるために、この下キワキワからね、ピストンつけていくんですが、この仮ブロックの箇所にはピストンを置いていくと、自然と、ほんと5番の目のようにね、ピストンが置かれていきます。で、間には仮ブロックを置いてあげて、またしても仮ブロックの側面にピストンを置いてあげるだけ。はい、3つ置きました。で、間は仮ブロックで埋めてあげて、仮ブロックの下からはピストンを置く。空いてるところに仮ブロック。またしてもピストン。これを繰り返していくとですね、最後、あと1列なんでやっていきましょう。仮ブロックの横に置いて、間は仮ブロック。そうすると、このね、レールの真上に仮ブロックとピストンが敷き詰められた状態になっていて、かつ木材の部分が下を向いてます。こちら側を向いてくれてる。こうなってたらもうぜひガッツポーズ。その上で登録していただいてるかご確認お願いします。100万人目指してます。そしたらね、仮ブロック、土などで、このように上に行きまして、このピストンの面に乗っちゃいます。もうね、大詰めです。皆さんオブザーバーを持ちまして、仮ブロックを1マス壊してから上側かつ側面にオブザーバーを置きます。はい、そうするとこのオブザーバーの赤いポッチがね、真上を向いてたら OK です。これ注意しなきゃいけないのが、またしてもオブザーバー横ら辺から置いてしまうと、なんか矢印、三角が出ちゃうんですよ。こうなってたら置き直す必要があります。必ず上側の横の側面ギリギリにちょんと置くと赤ポッチが出現します。これを全てやっていく。はい、じゃあね、これ仮ブロック壊してから置いていきましょう。やっていきますよ。仮ブロック壊して必ず上側の側面らへんから横のブロックに置いてあげると赤ポッチが上。やっていきます。
で、万が一、このように壊した時、落ちちゃった方、落ちちゃった方、必ず上に戻ってあげてください。上に戻ってから、よいしょと。もう一度ね、置き直してください。このピストンは下から、オブザーバーは上から置く必要があるんですよ。よいしょ。はい、このように、レールの上に間違えて置いちゃったらね、壊してあげてください。で、また上から行くと。ここね、ちょっと、ツルハシとか、いろいろ使ったりしながらで大変だと思いますけれども、頑張っていきましょう。ちなみにこの、今ずっと、この向きから置いてますけど、こっちの向きから置いてもね、大丈夫なんで、ドカーンと置き終えましたね、こう、ほんと、囲碁みたいな感じにね、なってきたわけなんですけど、設置中に間違えて、はい、こちら、ピストンを壊してしまった場合、これね、上から設置すると、木材が真上向いちゃうんですよ。なので、間違えてピストン壊しちゃった方は必ず、下からまた置き直してあげてください。ジャギーンできました。ここまでできたら、レッドストーンを今置いたオブザーバーの真上に1個ずつ置いていきます。レッドオンザレッドしていきます。はい、わかりづらい言葉、レッドオンザレッド。やめてくんない？キヨキヨ語録をさ、解説動画に持ち込むのやめてください。救急さんハードコアだけにしてください。そういうふざけたやつはねっていうね。はい、赤ポッチの上にレッドストーンダストを置き終わりました。そうしましたら石系のブロックを空いているところ、ピストンの上ですね。ピストンの上にこのようにフルブロックを置いていきます。ブロック置いていきます。そうするとよいしょ。なんか武器の先っぽみたいな感じで、クッパが持ってたら様になるなっていう、そういう状況ですけども、一度下に戻っちゃって、このね、縦積み仮ブロックも壊してあげてください。下潜りまして、階段の高さのマス、ありますでしょ？ここに、はい、土を、奥から順番にぎっしり敷き詰めていきます。よいしょよいしょ。はい、レールの上にね、どんどん土が置かれていくと、そういったイメージでございます。で、必ずこのチェストの上から逃げ出したいんで、どんどんね、すぼまっていく感じで、プレイヤーさんがこのように最後逃げられる状態にしてください。はい、ぎっしり埋まりました。で、ここで重要なのが最後1マスここ壊しまして、ホッパー付きトロッコを置きます。そして、この今削ったところを利用して、プレイヤーが入って押し出します。そうすると、はい、このようにですね、ホッパー付きトロッコがぐるぐる斜めに蛇行運転してくれて、さらに戻ってきます。はい、戻ってきた。こうなっていることを確認してください。オッケー。ホッパー付きトロッコ流せたら、この最後土も埋めてあげて、階段と階段の間はフルブロックで埋めてあげてください。そして、チェストの上は、フルブロックは置かずに、階段を置いてあげてください。そうするとね、チェスト開くことができます。これ逆にフルブロックにしちゃうと、チェスト、はい、どうしても開きません。なんで、階段。ここまでできましたら、水バケツ2つ必要なんですが、近くに無限水源作っていただきたいんですね。1つのバケツを左に置いて、もう1つのバケツで右に水を流してあげると、海と同様の無限水源ができます。試しに私もサバイバルで、空バケツで真ん中をすくってください。皆さん必ず。真ん中をすくってあげると、はい、水バケツが取れた上で、水源がなくなりません。必ず真ん中を取ってください。右とかを取っちゃうとね、水なくなっちゃいますんで、必ず真ん中から取る。こうすると、事実上水が無限になりました。そうしたら、最初に階段を置きましたでしょ。その階段を側面から水入れてあげてください。そうすると何が起きているかというと、階段なのに水が溜まってくれてるんですよ。そして水も溢れ出ないと。それを全ての箇所やっていきます。真ん中からすくって、このように置いていく。ちょっと不安な方はね、縦積みとかして、水が入っているかを確認してあげてください。全部の箇所、合計8箇所ですね。8箇所水を入れていく。はい、このように入ってくれました。いよいよ大詰め。チェストの1マス下から2マス縦積みして、はい、土がね、こう一望できる状態にしてから、チェストの真上1個耕してください。そして、1マス開けて耕す。1マス開けて耕す。こうすると何が起きているかというと、オブザーバー。ね、赤ポッチのブロックですよ。オブザーバーの真下が畑になっているかをご確認ください。で、ここ印1個つけられたら、あとは、またしても5番の目のように、
このように1マスおきで耕していきます。なんで連続した畑、そして連続した土がないようにするんですね。奥耕してみましょう。連続しないんで、5番の目のようにこのように耕していくんですが、最終ゴール何をしようとしているかというと、全てのマス目においてオブザーバーの真下が畑になってる。これが最終ゴールです。ただオブザーバー見て、はい、その真下耕すだと大変じゃないですか。なので一箇所チェストのところ削って、その上がオブザーバーなのを確認したら、あとは1マスおきに畑にしていくというアルゴリズムでやっていただくと非常に耕しやすいです。でこのように、はい、私オブザーバー別に目視で確認していませんが、このようにギザギザと囲碁や将棋のように耕していくだけで確認してみると、オブザーバーの真下が畑になってくれています。すべて耕し終わったら、村人さん交易に使えるかぼちゃが育つね。かぼちゃの種か、こちらもねエメラルドと交易できるスイカの元になるスイカの種、こちらどっちか用意していただいて、この今耕した畑の上にどちらかの種を植えてあげてください。これどちらでもいいです。すべてかぼちゃにしてもいいですし、すべてスイカにしても OK。 そして逆に半々チョコ&バニラみたいな感じで半々にしていただいても OK です。ただね、これちょっと後で話しますが、より手間を少なくしたい方はかぼちゃだけでもいいかなと思います。で種を置いていくとですね、漏れなくこのように周りのピストンがね動きます。これ大正常なので皆さんねご安心ください。はい、畑の上に1個ずつねこのように置いていきましょう。すべてに植わっていることを確認で、ここまでできたら、もしね骨粉が余っている方は骨粉この今植えた種に振りかけてあげてください。そうすると成長して、よいしょ、だいたいそうですね3段階ぐらいかな。123ぐらいですかね。12の33。でもこれは2段階で育ったわ。このようにこれ立派なね、かぼちゃの幹というかかぼちゃの木みたいなのができます。勝手にピストンが動いたりしていましたが、骨粉ない方も放置していれば勝手にこの姿になります。リアル時間40分ぐらい放置しないと多分この状態にならないんで、骨粉余ってる方はねこのように成長させてあげてください。骨粉でこのように生やしてあげましょう。はい、骨粉使いまして、全てこのようなかぼちゃのね幹みたいなのが出ました。おお、今見ましたか？勝手にかぼちゃがですねここに生えるんですよ。かぼちゃというのはすごいよ。かぼちゃというのはこのかぼちゃの幹の横に生えるんですね。で生えた瞬間オブザーバーがそれを検知して周りのピストンがガチャコンと動きます。そうするとかぼちゃとやスイカっていうのはピストンで押されて破壊されるんですね。ドロップする。でドロップしたら真下のホッパー付きトロッコが回収してずっと今下で動いてくれてるんですよ。で最初に3つ置いたホッパーの上を通った時にチェストに輸送されているという仕組みです。トラブルがあった場合などは必ず説明欄ご覧ください。すべて記載してます。その上でわからないことある方もコメントください。最新仕様を調べてすべてお返事いたします。必ず最後まで見てください。注意点結構あったりしますんで最後までご覧ください。まずここまでできて嬉しいんですが、必ずこのね階段がある層、ここですね。ここの外縁を必ずガラスで覆ってあげてください。これなんでかっていうと、かぼちゃがね勢いよくピストンに押されて飛び出しちゃう時があるんですよ。そうするとゲームが重くなっちゃったりですとか、シンプルにかぼちゃせっかく育ったのに回収されないっていうこと起きちゃいますんで、このようにガラスで囲ってあげる。皆さんこのように縦積みして上向かっていただいて、必ずこの装置の上松明で湧き潰ししてあげてください。ここにゾンビが湧いてしまうことになるんで必ず松明を置いてください。そしてまだ注意点続きます。ぜひこの装置の横などにもこのようにね松明で明るさつけてあげてください。これなんでかっていうと、作物は育つのに明るさ必要なんですね。なんで夜も十分な明るさを確保してあげて作物を育てるようにしていきます。あとシンプルに装置の周りもね湧き潰ししてあげてください。ゾンビとかが出ちゃうと嫌なんで。この装置は演算距離内にいないと稼働しません。これ演算距離なんですかと、一度ワールドを終了していただいて、このワールド選択の編集画面から左の詳細設定下の方に演算距離っていうのがあるんですよ。ここからでしか変えられません。これね天空トラップタワーとかクリーパートラップとか多くの装置が演算距離4チャンクを想定してるんですね。なんで4チャンクに今のうちにしとくのをお勧めします。私のチャンネルで紹介してる装置も多くの装置が演算距離4をね想定しております。で演算距離っていうのは何か、描画距離と違うんですかっていう話なんですが、描
消火距離は見えてる距離。演算距離っていうのはモブが湧いたり装置が動いたりする範囲のことを言います。演算距離4ですとだいたいプレイヤーから64マスぐらいが読み込まれてるんで、このかぼちゃ装置ぜひね放置するときは、このように、ガラスとかでこうやって囲ってあげてね、もうちょっと部屋を作ってこんな感じでね、放置しておくのがおすすめです。あとは拠点に作れば、拠点で建築中とかに装置動いてくれるんで、結構おすすめですね。ここで溜まったかぼちゃを、村人交易することでエメラルドが無限になるんですよ。それを今から作っていく。どこでもいいんですが、今回は、村人交易所のような仰々しい装置は作らずに、もう初心者さんが簡単にエメラルドを無限にできる、そんな仕組みをご紹介させていただきます。なんで、装置のかっこよさとかはない。便利性、利便性に 100% 振っているという感じですね。この装置の横に作ってみたいなと思いますんで、はい、軽く装置の横を整地しました。ここにね、もう村人さんを閉じ込めるその穴を作るということなんで、湧き潰ししてください。必ず、周囲大体ね、40マスぐらいは、このように、湧き潰しして、ゾンビとかクリーパー湧かないようにしてあげたいですね。なんでかっていうと、夜になった瞬間、もちろん私たち寝たいわけなんですけども、夜になってね、ゾンビが襲ってきたりしないようにするためです。はい、ある程度湧き潰しできましたら、村人さんが逃げ出さないように、そして安全対策するために、装置のね、じゃあちょっともう真横にこうやってフェンス張っちゃいましょう。よいしょ。で、ある程度の大きさ、せっかくなんで見た目良くするために 9×9 置いていきましょう。1、2、3、4。フェンスを 9×9 置いていきます。結構、収まりがいい感じ。で、ここでフェンスゲートを置きたいところなんですが、フェンスゲートを置いちゃうと、村人さんが脱走しちゃったりするんですよ。プレイヤーの出入りするときに。なので、それを防ぐために、カーペットを置きます。はい、カーペット。カーペット置くとですね、プレイヤー、フェンスはもちろん飛び越えること、村人もできないし、ゾンビもできないんですが、なんとカーペットの上はですね、なんとプレイヤーだけ、はい、出入り可能になるんですよ。これすごいでしょ？敵とかは登れません。プレイヤーだけ登れます。ここに、まず村人さんを連れてきたいんですが、村とか拠点にね、作った方は、このように村人さんいたら、ボートで捕まえてあげて、よいしょ、ちょっと乗ってくれ。で、ボートにリードをつけて、このようにね、連れてくることができます。段差とかもこうやってプレイヤーがジャンプして引っ張ってあげればついてこれます。で、このようにこうして、さすがにね、一度フェンスは壊してあげてください。よいしょ。で、連れてきてあげて、まず2人連れてきたいですね。はい、連れてきましたら、フェンスで蓋してあげて、解放してあげましょう。で、この村人さん、農民さんにしてエメラルドを無限にしたいんですが、だいたい6人とかいると、結構いい感じにエメラルドが嬉しいぐらい溜まるんで、まずベッドを6台置いてあげてください。5、6と。で、注意点としては、フェンスギリギリに置いちゃうと、村人さんがこうやって出れちゃったりなんかするときあるんですよね。なんで、危ない。危ない。なんで、6台置きましたら、かぼちゃを交易してくれる職業は、農民さんなので、この辺を削って、コンポスターを置いてあげてください。そうすると、農民さんになってますね。で、コンポスターを置いたのに、農民さんなんないよって方は、もしこの人がね、まだ無職だった場合、矢細工台とか、大釜とかの職業ブロックがあっちの方にあって、ずっとこの村人さんがずっと大釜、遠くの大釜に紐づきたいって言っちゃってる状態なんですよ。なんで、置いてもまだ就職しない方は、探して壊してあげてみてください。で、壊した瞬間に近くの職業ブロックに紐づこうとするので、このコンポスターと紐づいて農民さんになってくれているはずです。ここまでできたら、はい、パンを村人さんに1人につき3つあげてあげてください。よいしょと。そうするとですね、村人さん、はい、このようにハートマークが出て、子供をね、産んでくれるんですよ。で、子供が生まれる条件は、新しいお子さん用のベッドが置かれていること、これ必須になります。そうですよね。大人用のベッド、2台あった上で、お子さん生まれてベッドなかったら大変なことになるじゃないですか。なんで、お子さん用のベッドが置いてあること、そしてベッドの上に空間が2マスあること、これが条件になります。なんで野ざらしでね、こうやってベッド置いてあげると必ず生まれますね。で、お好みの人数まで増やしてあげてください。そしてもしね、大量にしたい場合はこのフェンスもね、拡張してあげるのがいいと思います。基本的に村人は職業ブロックの上に立つか横で職業ブロックを触れる状態が重要なんですね。で、もし
怒りマークがさっきちょっと出ちゃってたんで、そんな方は1回で壊してあげて、まあ床にこのように置いてあげるとアクセスできますね。で注意点としては、フェンスの横に置いてしまうとまた村人さんこうやって出れちゃうんで、この辺に置いてあげるのがいいかも。繁殖してますね。いいですね。そしてベビーが大人になるにはだいたいリアル時間で20分ぐらいかかります。いいですね。ではこの農民さんお好きな人数増やすことができたら、かぼちゃですね。今もうこの時点で38個溜まってます。このかぼちゃを取って皆さんぜひ放置してくださいね。農民さんとですね、まずは1段階だけ、まあ今新米なんで取引してレベル上げてあげてですね、よいしょよいしょよいしょ、こうやって上げてあげて見習いにしてあげてください。そうすると2段階目でかぼちゃ出してくれる村人さん出てきます。そうするとかぼちゃあっちで自動回収されてエメラルドが交易で無料になる。これやばくない？これをねやっていくと皆さん経験値も無限になります。取引すると経験値出ますんで。で、じゃあ仮にですよ、この装置で放置して2台作ってもらっても構いません。村人さんをたくさん増やして仮にエメラルドが無限になったとしましょう。そうするとこちら各職業で非常に有益なアイテムをテキストで並べてみました。例えば経験値瓶を交易してくれる村人さんがいたり、ダイヤ防具を交易してくれる村人さん、ダイヤツールまで交易してくれる村人さん、何より最強武器最強防具作るに欠かせない司書さん。これもうこのエメラルド無限機作ったらですね、マイクラのほとんどの最強アイテムが無限になると言って過言ではありません。ぜひ作ってみてください。きよきよチャンネル視聴者さんにお役立ちする動画を目指してチャンネル登録者数100万人目指してます。ぜひこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。そして他にも装置作りたい方こちらをご覧ください。ということでご視聴ありがとうございました。